今日はね、このマウス、これやっていきたいなと思うんですけど、こっち Bluetooth マウス、こっちが 2.4 ギガのマウスなんですけど、これちょっと古いやつなんですね。充電が USB のマイクロなんですよ。で、今時もね、ケーブルがね、C のケーブルしかないじゃないですか。で、充電切れて、充電しようと思ったらね、マイクロのケーブルがなくてね、結構困ることあるんですよね。出先なんかに持って行ってた場合にね、本当にね、マイクロ、これがなくてね、結構困るんですよね。まあ家の中でも困るぐらいですから、出先に行ったらもっと困るわけでね。それで C のね、マウスも持ってるんですけども、せっかくこのマウス全然使えるのに、充電するときだけ困るんで、ここをね、C に交換してやれないかなと思ってるんですよ。で、その辺を見てみたいと思います。それとね、この黒いプラスチックってすぐ加水分解しますよね。もうこの表面のね、このプラスチックがね、ネトネトなってきてね、気持ち悪いのでね、これも合わせて直せたらなと思っております。そしてまずこっちからやっていきましょうかね。これはどっから開けるのかな。ここから開くんじゃないのかな。はい、取れました。あれ、ここネジ穴あるのにネジないぞ。どういうこと？よいしょ。はい。何がくっついてんのかな。取れた。取れました。これはここを取る必要はなかったのかな。なかったみたいよね。これでもつけれるね。何の問題もないね。ここがね、C に取り替えできればいいんですけどね。こういうタイプのやつね。なんかできそうな気もするんですよね。なんか合うのがあるかな。で、C はこれ。これね、左がグラウンドで右が電源ね、VCC。こっち側は、左が VCC で右がグラウンドというパターン。2パターンあるんですね。で、これがマイクロと同じ配列でできてるはずなので、これのね、右左さえ確認してやれば、うまいこといくはずなんですよ。そしたら、これね、同通があれば、なります。で、これ多分ね、左が、こっちがグラウンドだと思うんですよ。グラウンドね、ここね。電圧じゃない、同通ありますね。一応、ケーブルも挿して、確かめとこうかな。マイクロ、これ挿します。そしたら、充電ランプつきますね。そして、電圧レンジにして、こっちがプラスね。5ボルト出ましたね。5.11 ね。OK ですね。こっちがプラスね。そしたらこれを交換しましょう。だから、こっちがグラウンドのタイプ、こっちやね。これね。そしたらこれ、コネクタ抜きまーす。電池ね。はい。これ取れるかな。
ハンダ吸い取り機がね、また壊れてるんです。今度はね、温度上がらない。また直さないといけないんですけどね。これは、ちょっと、低融点のハンダ。これハンダゴテ？あ、コンセント刺さってませんでした。あ、そんなんで取れちゃった。まあいいや。とりあえず、ランドも潰れることがなく、無事に。はい。そしたらこれをね、つけていきましょう。ここやから、これぐらいやね。この基板を押さえる台が欲しいな。お兄さんみたいなやつね。ついてない。ついてない。マジか。普通のハンドでつけるか。ちょっと押さえとくもんがないんだよね。これ、なんか手前からの明かりも欲しいよな。年取ってくるとね、見えない。この手前にね、なんか明かりが欲しい。どう？ちょっとね、これね、カメラ用のね、明かり持ってきました。年取るとダメですね、目が。もうね、部品に書いてある字とか読めないですからね。虫眼鏡レベルじゃないんですよね、もう。これ、ほんま基板挟むやつ欲しいな。それでいった？大丈夫そうっすね。そしたらね、ここが入るかな。ちょっとこれ厳しいんじゃないの？いけるわ。いけましたね。OK ですね。何かが当たる。ここか。ちょっと当たってんねんな、やっぱりな。ここ削らな無理っすね。よし、これで入ったね。これで浮いてない？浮いてる。ちょっと浮いてるな。
これで大丈夫やね。まだ糸大丈夫やね。OK。はい。でもこれ、ここがね、ちょっと接着剤で固めといた方がいいよね。弱いよね。前はね、このアースの足が刺さってたんですけど、基板に。今度刺さるところがないので、ちょっと補強しときましょうか。接着剤がね、何がいいのかよくわかんないんですけど、とりあえず AD バンドがあったからこれでいきましょうか。そしたら蓋閉めましょう。ね、この重りが入ってるんよね。これ、やっぱ軽いと問題あるんやろな。持ちにくいんかな。適正な重さが必要だということですね。これ閉まるんかな。ちょっと閉まらん。若干角が押してんね。ここね。ニッパーで切るか。やっぱりちょっと削った方が良さそう。これで削れるんちゃうの？はい、カッターナイフでね、ニッパーで切ってカッターナイフで削ったら綺麗になりました。よいしょ。これで、押さへんでしょ、もう。どう？大丈夫やね。お、バッチリ。いい感じになりました。でしまったのね。パワーオン。電気つきましたね。はい。OK ですわ。ちょっと充電しときましょうね。はい。充電ランプつきましたね。これがついとったら分からへん。これね。ここ。そしたらね、続いてもう一個。もう一個の方は、多分、同じだと思うんですけど、あっちはね、こっちね、加水分解が進んでてですね、ここがネトネトなんですよ。ちょっと違う？これはね、ちょっと洗いましょう。こっちはこんな電池入ってる。すげえな。大きいやん、電池。ちょっとちゃうんやね、中身がね。ここ、
こいつは、ここに、これ、電気つけましょうね。ちょっとこれ明るすぎ？明るすぎやと明るすぎで、映りがもう一つやね。これ、電池、何くっついてんの？くっついてねえな。14500、400mAh。これなら電池4持つはずやね。これも同じ感じですね。これはマジで電源しか繋がってない。右がプラスで、左がグラウンドですね。でも一応ボンドしとく。瞬間接着剤があるから、瞬間接着剤で止めてみようか、こっちは。何の接着剤で止めるのか、止めるのが一番いいのか。よくわかんねえ。試してみよう。Bluetooth と 2.4 と両方いけるんよね、こっちはね。ついたね。OK。そしたらね、適当にぬるま湯で重曹ね、どれぐらいでしょう。適当に入れましたけど。はい、そしたらこれね、マウスのこれ、つけ置きしまーす。疲れへん。あ、ちょっと疲れへん。ちょっと、出ちゃうね。ちょっと、斜めにしてつけ置きします。はい。重曹水にね、10分ほどつけます。もう大丈夫ですね。もうね、加水分解したところはね、ほとんど取れちゃってますね。はい、OK ですね。ちょっと水で流しましょうか。洗うとちょっと白くなりますね、これ。まだ残ってんのか。まだ残ってんな。もう一回、ちょっと、重曹水につけます。重曹水につけて磨かんとダメかな。手でこするだけじゃダメやね。はい。重曹水つけてね、ちょっとこんなたわしで磨きました。
はい、今後は大丈夫かな。はい、作業デスクの方に戻ってきました。ただね、これね、さっき USB の C にコネクターを取り替えたマウスですね。で、ここが背中のパネルがね、もう加水分解でネトネトになってたんでね、それを加水分解したところをね、取ってきました。まあちょっとね、これ上磨いたんですけど、まあ質感はね、もうツルツルになって、もう全然大丈夫なんですが、まあこれね、塗装した方が綺麗んでしょうけど、またね、どうせ剥げると思うんで、僕は塗装しません。ね、熊五郎さんとかやったら綺麗にするんでしょうけど、僕はもうこのまま使うんでね、このままいきたいと思います。OK ですね。はい、これで Bluetooth と 2.4 ギガといけるマウス直りました。そしたら今日はね、この2つのマウス、どっちもね、USB のマイクロがついてたのを USB の C に変えて、で、こっち側はね、表面がもう加水分解してネトネトになってたのでね、その加水分解除去をやっていきました。はい、両方ともバッチリ治りましたね。今回のね、動画はこの辺にしたいと思います。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。